こんにちは、ユンです。今回は S 君に代わり私が音声をお届けします。服のシワは布によって異なるため、決まった形というのはありません。しかし人間の体の構造上、服のシワができる位置は決まっています。多くは肘、膝など関節の動きによって発生します。また生地の質感によるシワもあります。特にワイシャツのような薄い生地のものはシワができやすいです。なので今回はワイシャツでシワの描き方を解説していきます。キャラクターを描くにあたって重要となってくる服ですが、服の形だけを描いてもどんな服を着ているのか具体的には分かりません。例えば薄い生地の服は折り曲げた範囲でシワができやすいです。また厚い生地の服であれば生地が動かないのでシワの数は少なくなります。シワを描くことでキャラクターがどんな生地の服を着ているか表現することができます。服を描く前に生地の質感を考えて描くことが重要です。それに伴って体の動きによるシワを考えて描く必要があります。体を動かせば簡単にシワは発生します。腕を上げると上の方向に服全体が引っ張られます。そして力が働いている方向とは逆方向にシワが入ります。腰に手を当てた状態では横の方向に力が働き、腕周りにシワが入ります。体の動きがなくても服が肩にかかっている状態になるので、肩から少しシワを描くとワイシャツを着ている感じが出ます。これを踏まえて実際に描いていきましょう。キャンバスサイズは 1536×2048 で描いていきます。はじめにあらかじめ描いておいた男性の体をキャンバスに貼り付けます。服を描くときはまず体を描いてからの方が描きやすいです。この時体は具体的に描く必要はありません。体の描き方については男性の体の描き方をご覧ください。ラフではペン、フェードを使います。体の線に沿って服を描いていきます。関節を折り曲げることでシワが入ります。そして関節部には布が潰れてできるシワが入ります。イメージとしてはこんな感じのシワになります。シワが入ることでコブができ、下に空間が生まれます。コブの数は生地が薄いほど多く、厚い生地ほど少なくなり、丸みを帯びた形になります。ポケットに手を入れることで服にシワが入ります。ボタンを留める部分にもシワは入ります。ボタンのシワを描くことで服を着ている雰囲気を出せますが、シワを入れすぎると
サイズの小さい服を着ているイメージになってしまいます。色を変えてラフの線を分かりやすくします。レイヤーボタンを選択してレイヤーの不透明度を下げます。線画は G ペンハードで描いていきます。ラフの線に沿って線画を描いていきます。ワイシャツのボタンの位置に影を少し入れて服の立体感を出します。ボタンを描いていきます。ワイシャツが完成しました。続いてズボンを描いていきます。シャツの時と同様に関節部に入るシワを意識して描いていきます。ズボンを描いていきます。ズボンのラフの完成です。今回は比較的ゆったりしたズボンを描きました。今回は股や膝にはそれほどシワは入りませんが、足元には膝などで引っかからなかった布が溜まってシワができます。それではズボンの線画を描いていきます。ラフに沿って線画を描いていきます。完成です。いかがだったでしょうか。皆さんも S 君のシワの描き方、ぜひ参考にしてみてくださいね。